2週間も休んでしまったシュリルです。実は他人の旅行に便乗してペナンまで旅行しに行ってきました。そうです、今回の課外先はついにクアラルンプール周辺から抜けて有名な観光地でもある島ペナン島です。ペナン島です。ペナンの海外を何回かに分けてやりたいと思います。まず今回はこちら、電車でペナンまで行こうの巻。そう、ペナンまでは車ではなくて今回は電車の ETS とフェリーに乗って行きました。朝9時の電車なのでアプリグレッカーで個人営業のタクシーを呼んで京葉セントラルまで送ってもらいました。駅で朝食の調達をしようと思ってコンビニのマイニュースまで行きましたが、サンドイッチしか売ってなかったので肉が食べたいためマックで朝食を買いました。時間になる前に駅構内の改札口前に並ぶ羽目になりました。発車時間の5分前にやっと改札をくぐれました。この週は連休のため電車はほぼ満席状態です。電車でペナン島まで行く場合、まずペナン州のバタワーフまで行きます。 ETS 電車の種類はプラチナとゴールドの2つがあります。プラチナの場合は京葉セントラルからバタワーフまで約4時間ぐらいで、運賃は大人79リンギで子供は44リンギとなります。停車駅の多いゴールドの場合は約4時間40分くらいかかり、運賃は大人50リンギで子供34リンギとなります。またプラチナに乗る場合、軽食が渡されます。クッキーとドリンク1本が入ってます。長距離の電車なのでもちろん食堂もついています。ビーフ炒めやチャーハンなどの主食、コーヒーなどの飲み物やカップ麺などが売られています。値段は某ローコスト飛行機より安いですよ。そしてもう一つ大切な設備、トイレは B 車両と E 車両の2車両に設置されます。バトバーフに着いたらフェリーに乗り換えてペナンまで行きました。私も初めてバトワーフの駅に来ましたが、エスカレーターがなくて荷物の多いまたは重い方はエレベーターをご利用するか階段で頑張るしかありません。バトワーフの駅構内のトイレは全部有料です。フェリー乗り場と駅の間はちょっと距離ありますが歩ける距離ですよ。歩道橋や看板など設置してありますので心配は無用ですね。心配の場合は人についていけばだいたいフェリー乗り場まで行けますよ。フェリーの料金は大人 1.2 リンギで子供は半額の60セントなので安いです。またフェリーはペナンに行く場合運賃がかかりますが、ペナンを出るときは運賃がかかりません。チケットは QR コードになりました。車も乗せていますので乗るときは車を優先してますが、降りるときは乗客を優先しています。上の階には車と乗客を乗せていますが、下の階には車だけです。フェリーには売店もあります。マレーシアのお菓子やスナックがいろいろ売られています。急な階段を降りて下でより近くで海が見られます。残念ながらペナンの海は汚いです。昔フェリーに乗った時にクラゲが見かけられましたが、今運がいい時しか見かけられないほどクラゲの量がかなり減りました。
着いたらまたグラブカーでカメラマンのホンさんの家族と合流しました。ちなみにペナのフェリー乗り場はペナの特産スナックがいろいろ売られています。そして乗り場を出るとすぐバス停がありますので便利です。この時時間はもうすでに午後2時過ぎなのでみんなと遅めの昼食をとりました。昼食をとったレストランは韓金と書いて英語では本家フードコーナーです。店は結構広くてエアコンがないが蒸し暑くはありません。このレストランは中華料理の豚肉麺専門店です。豚肉麺は中国語で猪肉粉と言います。イノシシと書いてありますが意味は豚です。粉は麺類を指します。私の好物の一つでもあります。注文の時に内臓いらないよと言わないと腸や肝などの内臓も入れられます。こちらの店はかなり人気があるそうですが予想と違ってスープの豚肉麺しか取り扱ってないそうです。予想の豚肉麺を注文する際スープがドライか聞かれます。私は断じてスープ派です。こちらの店での注文方法ですがまず麺類かおかゆを選んでそして麺類は麺、ビーフン、麺線選びます。内臓はいるかいらないか伝えたら注文完了です。豚肉麺以外もチャーハンや他の中華料理もあります。私が食べたのはこちら豚肉だけの麺線です。ホンさんが注文したのが魚肉の太いビーフンです。次回いよいよペナの観光が始まります。乞うご期待を。僕キラリ100秒内臓キュン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 ハズレ登録お願いね。カチ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 そしておすすめの動画も